はい、それでは今日はこれです。シャインマスカット。これは5月の28日に1回ジュベリーをかけて、それで今日が6月の10日。だいたい2週間経ちました。明日2回目のジベレリン処理をしようと思ってるので、今日は摘粒というか花の房をちょっと整えていこうと思います。今これだけちょっと大きく、これは多分房としては大きい実としては大きい方の実、大きくなったんですけど、これをだいたい500-600グラムのシャインマスカットにしたいんですけど、これだとちょっと房が大きくて長いので、ちょっと形を整えていこうと思います。って言っても僕まだ2年目なのでなかなかうまくないので、これでなんつうのかな、正解かどうかは分かんないので、もし見てもうちょっとこうした方がいいとかっていうのがある人は教えてください。はい。で、例えばこういうやつ、これハサミ買っちゃった。摘粒のサボテンのハサミで、これだとこんだけある、13センチぐらいあるので、13センチぐらいでよくて、こう見てみるとこっちの下の方が全然まだ実が小さくて揃ってないから、ココイラで作れればなっていうふうに思うんですけど、ココイラをもう切っちゃう。で、あとは粒を摘粒して、大体でこのショットベリーって言われるこの未熟なやつだけとりあえず全部落とすのと、あとは下の向いてこう中に入っちゃってるやつをパンパンととりあえず落としていきます。で、上向いてて、この中に入ってるやつは結局中で潰れて病気になったりするので、取っていきます。で、あとはこういうこれもちょっとショットベリーっぽい、一つだけ色が違う。この車はもう3つ外側だからいいかな。で、やっぱり中に入ってるやつとかこういうやつを取って、これも取る。一車3個から4個だっつうけん。ココイラは上向いてるやつはこう上にこう綺麗にこういう風になるとかっこいいので、これはちょっと外に出過ぎていくからここぐらい取っちゃうかな。ここで取るか。こんな感じで、下向いてるやつを取って、とりあえず上は上、こんな感じで合ってんのかどうかわかんねえけど、本能に任せてやっていく。これは外向いてるから、これだいたいね40粒から45粒ぐらいで、これでいくつあるんだろうな。勘定してみるか。これで5、10、15、20、25、30、40、50、まだ60粒ぐらいついてる。まだ60粒ぐらいついてますが、とりあえずこれでジベレリンをつけていこうか。これ飛び出ていくからこれ取っちゃうか。ほら、こんな感じでこれが結構飛び出てるから、ここはいらないかな。この車の粒結構ついてるし、ココイラがよくわかんない。でもこれとりあえずここまでにしといて、これがまた大きくなっていったらまた10粒ぐらい減らす。で、次はこんな感じでいってるので、これもやっぱりこっちの先の方がいまいちあれが悪いから、どうしよっかな。ここ取っちゃおうか。こんな感じで。で、あとはこう混んでるところ、中にあるやつと、あとショットベリーとか、これも中に入ってんな。こんなの分かんねえよな。もう習うより慣れろで、こういう風に作った房が将来どういう風になったかっていうやつで自分で体験していくのとしかないんだろうな。
基本下とか上に向いちゃってるやつは取って一車3つ4つにするって。これ中の方に入っていくからこういうのを取って、これもそうだし、こういうのとかもどんどんこういうのを外していっちゃえばなんとかなんのかな。もうちょっと減らしてもいいのかな。これもだな。ここは車いっぱいついてるけど、ここは取っちゃうか。あったあったあった。なんか動画とかで見るとみんな結構気持ちよくスパンスパンとポロポロンするんだよな。これでどんな感じだろう。じゃあ下の方で作れるやつ作ってみるか。これなんかどうだ。これよりこっちの方がいいか。ほら、これだったらここいらで作れるから、ひとまず上から落としていくか。こんぐらいにしといて、で中に入ってるこのやつをバンバンと、でちっちゃいやつとかこれも中に入っちゃってるから、こういうのを落としていくんだよな。上下下下。これでも本職はさ、うちはこれ今年は50株ぐらいだから、50房ぐらいだからなんとかなっちゃうけど、できるけど、これをブドウ何単もやってる人はえらいこったな。全部きれいに整えていくんだもんな。でここいらもなんか多いから、これもだ、これもで、ここいらももうどんどん、正直言ってね。でも去年の房もやっぱりいまいちだったな。形的には子供に本物のシャインマスカットが食いてって言われるぐらいの房だったから、ここいらのこのショットベリーを落とせば、これもショットベリーだ。でもまだここにもいる。ほら、こんな感じでどうでしょう。もっと粗くした方がいいのか。これでもまだ50粒ぐらいついてそうな気がするな。まあでもまだ落とせるし、もう一房やってみようかな。こっちにしようか。これだったらここいらで作っていけばいいから、ここはちょっと先っぽがまだ小さくていまいちだから先っぽ落としちゃおう。いい感じにいってる。そして上は上でこんな感じだから、ここ落としちゃって、でここいらも落としちゃうか。ここも落とす、ここも落とすと、ここが4車、4粒で、これもここ落としちゃえば、ここは4つ。こっちはやっぱり中入ってるやつをどんどん落として、これも中に入ってるから、これも落としちゃえばいいんだ。よし、これちっちゃいから落とす。上の段はこれでいいか。次はこの真ん中の段。これはこういうちっちゃいで、これ粒を早めに落としてあげた方がやっぱり栄養がこう一粒一粒にちゃんとに行くようになるんで、肥大も一粒一粒の肥大も良くなるらしい。ここ色がちょっと混んでる気がする。これ取るか。
どう？これなんか、これでもまだ粒多いよね。もっと減らしてもいいんだよね。これとこうか、こういくか。とりあえずこんなもんでいいかがでしょう。なんかうまくちょっとブドウになりそうな感じじゃない？でこれでこういうちょっと黄色みがかったのもいるんだけど、これ色がおかしいから取っちゃった方がいいのかな。こういうのもちょっとあとはあれだね、こうなんつうの、もうちょっと大きくなって整えていこうかな。まだね、向こうは意外ともう整えてみたんだけど、あとこっち今日中にやって明日ジベレリン処理してみる。次は14日目だから多分ちょうどいいんだと思います。こっちの房、これなんかこんな大きくなってるから、これもやらないといかんね。これも多分ココイラで作って、こっちがちょっとショットベリーが多いからココイラで取って。またヤギの餌ができてるよ、ほら。ヤギこれ大好き。はい、そんな感じで今日はちょっとシャインマスカットの適流っていうやつをやってみました。そして明日ジベレリン2回目種抜きやって、でもうちょっとして肥大がもうちょっと分かりやすくなったら、もうちょっときっちりと房の形にしていこうと思います。シャインマスカットのを鳴らして2年目です。今年ちょっとブドウ棚みたいに綺麗なブドウ棚みたいになってきたので良かったです。それではちょっとで本当にもし見てアドバイスのある方はアドバイスをください。もうちょっとうまくやってみたいと思います。でこの先の房にするときにあそこがどうだったとかっていうアドバイスいただけると助かります。はい、シャインマスカット栽培鳴らしたのは2年だけど植えたのは4年目。はい、それで適流をやってみました。それではもしよかったらグッドボタンを押してください。適流をできました。以上です。